皆さんこんにちは、さきです。本日はですね、久しぶりに購入品紹介をしていきたいと思います。ロフトで大量に購入してきたんですけど、ロフトだけじゃなくて最近ゲットしたものを紹介していこうかなと思います。ロフトで買ったものだけで考えると全部で10万円相当のアイテムを買いました。本当はアットコスメ行こうと思ったんだけど、休業みたいな感じでやってなかったんで、ロフトで爆買いしてきました。昨日買ったばっかりで早く開封しないと、動画撮るためにさ、ずっと保存してさ、何も使わないみたいな現象起きるので、サクサクと紹介をしていこうかなと思います。まずはパック。これは何回か買ったことあるんですけど、ダルバのパック買いました。これは前使って保湿力がすごいよくって、昨日ちょうど使ったんですけど、乾燥してる時に使うとめっちゃ肌がプルプルになってね、とっても潤うので、これを買ってみました。乾燥には一番個人的にはトリデンかこのダルバが効くかなっていう感じ。髪で落ち着かない。私ボブで動画撮ったのは1回だけだよね。またいつも通りに戻りましたということで。続いてこちら、ウォン・ジョンヨ先生のパックですね。高保湿タイプと元々出てた既存のタイプと多分2タイプあって、高保湿タイプは使ったことないなと思って買ってみました。私朝必ず毎朝メイクする前にパックするんですけど、大きいマスクのタイプもあれば、あとはこうやって貼るやつもあるんですけど、割とちっちゃめの方が私は好きなので、これを使ってメイク前にノリを良くするテンションで使ってます。なので買い足しました。正直朝のメイクシートは何でもいいんですけど、冷やしといて鎮静できればいいっていう感じかな。これもリピ買いリムーバーですね。目元をこれで落としてから全顔のクレンジングをする。これも多分ほんと5、6本ぐらいのリピート。こちらリジュランです。やっぱりリジュランが一番保湿力が高い。あんまそんなに保湿気にしてないんだけど、1個あれば安心って感じで、最近ちょっと乾燥が目立つので買いました。トナーも買いました、初めて。なんか私化粧水にそんなにこだわりなくて、どっちかというと美容液とかにこだわりがあって、こういうの使いたい、ああいうの使いたいっていうのがあるんだけど、トナーはそんなに何でも正直よくって合わないとかもないし、かといって逆に効果がめっちゃ感じられたみたいなものもあんまなくって、リジュラン使っとけば間違いないかなと思って買いました。美容液の方は前使ってて、潤いがすごいというか、とろみがあるテクスチャーだったんだけど、トナーの方はね、結構さっぱり系のテクスチャーだった。どのみち私パックしちゃうんで、これ使って軽く保湿した後にパックする。で、ちゃんと保湿するっていう感じで、使いやすいなっていう印象でした。続いてこちらオバジ。私オバジ大好きなんですけど、これはお肌の張りツヤの美容液ですね。気になったので買ってみました。これも何本目っていう感じのリピート。オバジ C25 セラムネオですね。これは張りツヤにもいいし、あとは毛穴の黒ずみにすごいいい。私は個人的に毛穴の黒ずみっていうよりかは、張りとかツヤにすごいアタックしてくれるなっていうイメージで、これをずっと使ってるっていう感じです。ハミュの美容液ですね。これなんかツイッターで誰かがまとめで、導入の美容液としてビタミン C がすごいいいみたいな感じで書いてあったんで買ってみました。おそらくこれ使ったことあるんですけど、使った時の年齢によってやっぱ感じ方違うので、久しぶりにちょっと買ってみてどうかなと思って買ってみました。入浴剤編ででこれは結構持ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、バッカン島っていう汗をすごいかく入浴剤になります。で、私1日1時間ぐらい必ず毎日日々半身浴するんですけど、新陳代謝が悪くって結構ね、汗をかきにくいんですよね。なんだけどこれを入れることによって汗のかく量が普通の時より全然違うので、私はこれを使ってます。これかもしくはエプソムソルトがすごい個人的には汗をかくから、今まで使ってた入浴剤の中で一番いいかなっていう感じです。ただね、お風呂のね、お掃除がめんどくさい。結構トロトロするから、ちゃんとお風呂の後掃除しないと結構ね残る。それはちょっと懸念で。続きましてお伊勢さん。私お伊勢さん大好きなんですよ。浄化大好きでして、いろんなさミストといろんなさ入浴剤とかがたくさん出てて、お伊勢さんコーナーみたいなのがあったんだけど、スプレーはほとんど持ってるんで、今回はこのお清めのお風呂入浴剤買いました。こっちが普通のリフレッシュみたいなタイプで、こっちはなんか気が良くなるみたいな、本当かどうかわかんないんですけど、なんか気分が暗いなって時だけじゃなくて、例えば人に会いすぎた時、会った人が悪いとかじゃないんだけど、念をもらいすぎた時とか、いっぱいいろんな人と会うことによっていい気もあれば悪い気もあったりとかして、ちょっと疲れちゃったりとかするんだよね。自分の気を吸い取られるわけじゃないんだけど、なんかそんな感じの感覚なので、私は結構こういうのを貯めといて、まだちょっと最近やる気出ないなみたいな時とかに買ったりとかしてます。気の持ちようなんですけど、何かしらでリフレッシュできるかなみたいな感じで買ってます。で、こ
こちらは Amazon での購入品ですね。三吉6個入り。これがね過去一番私が使って良かったスポンジなので、クッションファンデ塗る時もそうだし、あとは普通のファンデーション塗る時もそうだし、下地伸ばす時も全部これで伸ばしております。今のところこれを超えたことはないかなって感じで、これをリピして買いました。で1000円いかないくらいなので、6個入ってるんですごくお得。こちらも買い足しです。アイライナーですね。私はいつもこのダークブラウンを使うんですけど、今日も使ってるんだけど粘膜に使うよ。これはね一番ねアイライナーの中でもねにじみにくいのでおすすめです。今回フィーがハイライトたくさん多分出してたと思うんですけど、それを全色ゲットいたしました。こういうタイプ、赤とかもあれば、こういう薄いピンクがあれば、ブルーとか結構いろんなカラーがあって、目が細かいタイプのラメ。これは例えばなんかブルーとかだったら青系のメイクする時とか夏とか使っても可愛いなと思ったのと、この間撮影の時にイムタンにピンクのメイクとブルーと混ぜてなんか使ってもらいました。続いてエクセルの眉ペンシルですね。グレイッシュブラウンとナチュラルブラウン2本買いました。今私が今日使ってるのはナチュラルブラウンの方です。髪型ちょっとコロコロ変わるのでいろんな色あってもいいかなって思ったのと、結構韓国のヘアメイクさんの中でエクセル、日本のこのブランドがすごい話題というか使ってる人が多いらしくって、最近結構さがっつり塗られてるっていうよりかは一本一本毛流れがナチュラルなやつがすごく人気なので、私はこれをちょっと買ってみました。発色がね結構薄いからね、眉毛がしっかりある人とかはすごくいいかもしれない。それに付随してまつ毛じゃなくて眉毛のやつ2本買いました。01番と02番両方買ったんですけど、今日使ってみました。眉毛が薄くなる、色素がちょっと薄くなるようなイメージ。キャンメイクの眉毛薄くなるやつとかも持ってるんだけど、あれ結構黄色くなるんだよね。だからあれをそのまま使うっていうよりかは、あれは眉間に入れといてそこから眉マスカラ別のやつを塗るみたいな2段階が必要なんだけど、これはこれだけで十分だったので割と楽ちんかなって思いました。フーミーっていうブランドのボディオイル、去年だか一昨年だかめっちゃバズって入手困難だったので、困難になる夏の前に買いました。こういうラメラメしてるやつ、夏とかにこう肌にのせても可愛いし肩にのせても可愛いなと思ったんで買いました。これめっちゃ良かったのがこのラカのハイライト、ブルーマってブルーは完売してたんで買わなかったんですけど、今年のさハイライトのトレンド、チークみたいな感じでハイライトを入れるの結構トレンドなんで、これをこのままこういう感じで、今私がここツヤツヤしてるところ、これはハイライト使ってないんだけどこういう感じで塗っても可愛いなと思って、エスパーとか結構最近こういうツヤ系のハイライト使ってる。これ今日鼻と目頭に使ってるんだけど、01番ナチュラルビームっていう色、めちゃめちゃ発色がいい。鼻のねこことかね、ここのハイライトが今使ってるんだけどすんごい光る。なのでとてもおすすめです。続きましてこちら、今私が使っているヒンスの2本買ったんですけど、クールフラッターって色とサンリットピーチリキッドチーク買いました。こっちの方はピンク、青みピンクって感じ。これは今使ってるちょっとコーラル寄りな感じです。今年っぽいよねこのチークも。これリキッド入れてるだけなんですけど、こういう感じでチュンチュンってやるだけでうるうるとしたこういうオムニョンのほっぺみたいな感じのツヤが作れる。一時期さヒンスとかのチャンネルとかでさツヤのバーム流行ってたじゃん。あれってめちゃめちゃよれやすいから、あれを多分駆使できる人って結構少ないと思うんだけど、これは前髪がある人とか髪の毛がこうかかってくる人とかは多分めんどくさいと思うんだけど、上げてる人とかもう今日は髪の毛アップですみたいな時とかは全然ぬめぬめしないので使いやすい。あとこれも今日使ってるんですけど、こういう感じのリップみたいな感じになってるノーズシェーディング、鼻のところに使ってます今日。続いてまつげ編。これミッシュブルーミンマスカラグルー&リムーバーって書いてあって、まつげをコーティングするみたいな感じかな。正直分かってないんだけど何のやつなのか。束感まつげ作れる系なのかなと思って買ってみました。それに付随してフィリミリのコーナーがあったんで、このまつげ整える系、こういう感じで一歩一歩束感まつげを作る。そんなこと私めんどくさくしないんですけど、いつか使おうかなと思って買っておきました。あとこれ束感まつげマスカラで買ってみました。まつげを買いましたね私。何種類か。ドーリーウィンクのこの2タイプをまず買いました。こっちは羊の絵が描いてあるやつ、こういう感じの束感のやつね。こっちはこういうタイプ。今こっちはね私今つけてるんだけど、こういう感じで切れてるやつじゃなくてそのままポンってつけるだけのやつなので使いやすくって、私はこれをメイクめんどくさいなって時とかに使っております。10秒まつエクみたいな感じ、本当にでもまつエクみたいな感じ、結構割と自然で。もう一個はねフィリミリの一本一本つけていくタイプのやつ、メイクさん
んとかがやっぱよくいつもつけてくれるみたいな感じで一本一本つけてマスカラ整えてからパッチリさせるっていうやつ。まつげあった。まだキャンメイクのメタリックマスカラ、これよくわかんないけどなんか気になって、なんか韓国で一時期メタルのこういうマスカラが流行ってて、それみたいな感じかなと思って買ってみました。束感のあるまつげを作れるみたいな感じでしたね。これはいつも使ってるエチュードのマスカラです。買い足しました。あのマスカラ5年ぐらい前に買って5年間ずっと使ってたとかじゃなくて、いろんなマスカラをその時に買ってるから、で多分一周回ってあれが良かったんだよね。で最近あれしか使ってないんだけど、さすがにカスカスになってきて、でもカスカスのマスカラが好きなの私。なんかついてるかついてないかよくわかんないぐらいが好きなんだけど、さすがについてなさすぎて新しいの買ってきました。あとアイシャドウパレットをすごいたくさん買いました今回。まず1つ目はウォン・ジョンヨ先生の01番。これで多分私このシリーズ全部コンプリートしたかなっていう感じです。ここの薄い感じのはそんなに他のでも代用できるかなと思ったんだけど、ここがね結構ちょっと青みがかってる感じのラメで、この青が可愛いなと思って、夏に儚げな青なんか使ったら可愛いなと思って買ってみました。あとはモカムースメイクするのにいろんなシャドウを探していまして、まず1つ目はミュードの05番ですね。モカムース系じゃない？若干ピンク味もあるみたいな感じ、赤みがあるブラウンっていう感じですかね。使いやすそうと思って買ってみました。なんか私やっぱりブラウンも使うんだけど、赤みがあるものと黄身が強いブラウンとだとやっぱ赤みが若干あるブラウンの方が使いやすいんだよね。クリオの06番、これもねラテ系、これも赤みっぽいかなちょっと。これはジルリーンっていうブランドのアイシャドウ、これも赤みかも。これもそうミュードの01番ですね。これはどっちかっていうとちょっとヌーディーなスモーキートーンの色ですかね。なんかスモーキーメイクなんだけど黒とかグレー使っちゃうと結構顔強めになっちゃうよっていう時とか、こういうスモーキートーンで若干赤っぽさもあるような感じでくすんでるやつ使うとすごい盛れるので買ってみました。あとこれ個人的に夏使いたいなと思って買ったのがウェイクメイクの17番。多分あんまみんな使わないよね。私結構こういうの使うの好きなんですけど、まあ毎日メイクではさすがに登場しないけど、ほらワンホンっぽいじゃんこの色とか。なかなかないのよね。アメリカ系欧米系のコスメのブランドとかには結構こういう個性的なカラーの発色のもの多いんだけど、あんまりないので買ってみました。可愛くない？下のやつとか絶対私夏すごい使えそうと思って、なんか目尻だけにこういうちょっとティンカーベルカラーみたいなの乗せても可愛いなと思ったので買ってみました。ブルー系もあるしミント系もあるしパープルもあるし揃ってる。エクセルまたアイシャドウなんですけど、私こんな色買ったんですか？何色？ちょっと緑っぽいのかな。こっちはねブルー、こっちカーキっぽい感じ。これも多分ポイントで使おうって思ったんだろうね私が。あとウォン・ジョンヨ先生のリップ美容液です。これもね2本目もうなくなったんで買いました。量そんなにあるわけじゃないんだけど、本当に少量でね唇が潤うので、夜スキンケア終わった後に私いつもこれ塗っております。そうすると唇のね皮むけが結構ね予防できるのでおすすめです。これも全色こんな感じでペイジークさんからいただきましたギフトで。最近よく私のインスタにも登場してると思うんだけど、こういう感じのやつで本当に潤うって感じ。結構うるうる系1本でね色が結構しっかりつくから、私最近リップの色をめっちゃ発色させるっていうよりかはちょっと自分の地の色が透けて残るぐらいが好きなんだけど、そういう感じのテンション、ちょっと薄い感じになります。なので結構最近このリップグロス使うことが多いで、色もいっぱいあるから自分の好きなメイクに合わせて変えられるし、自分のパーソナルカラーっていうか、似合う色によっていろいろ選べるので、これのリップもおすすめです。あ、そう、これなんか気になったの。もう一色はね販売してたんだけど、プリメラっていうところのリップセラムでレチノールの配合されたリップセラム、これね色付きバージョンも多分あって、色付きバージョンは完売しておりまして、こっちクリアなんですけどこっちを買ってみました。レチノールシワってことみたいな、気になると思って買ってみました。まだ使ってません。次こちら 3C のリップですね。ブラウン系買いました。あとこれも最近フィーでいただいたやつですね。このシリーズは全部いい、どの色使っててもいいんですけど、これめちゃめちゃどのパーソナルカラーの方でも使いやすい、割とニュートラルな薄いピンクって感じだったんで、ウォームトーンの方でもクールトーンの方でもなんかどちらでも使えそうっていう感じっていう感じですかね。意外とそんなになかった。一応昨日レジで見たら54点ぐらいだった気がする。最近の購入品になります。リップ系とアイシャドウが多かったかな。まつげも多かったか。リップはでも最近
ねあんまり口紅っていう口紅みたいなやつを買ってなくって、どっちかっていうとリップ系もグロス系を買うことが多くって、最近あんまりそんなね色っていう色物はアイシャドウぐらいかな。なので今日は春夏に向けてアイシャドウ系を揃えたのと、いろんなカラー揃えたのと、あとは流行りのモカムースメイクをしようと思って、モカムースメイクもともと持ってるやつもあったんだけど、またブラウン系も再熱するかなと思ったんで何個かピックしてみました。久しぶりの私の購入品紹介でした。最近やってなかったんでハマってたものを全部ご紹介させていただきました。この中から使っていくものもあればお蔵入りになっていくものもあると思うんですけど、あと他になんか見たい、このアイテム使ってるところを見たいみたいなのがあればコメントお待ちしております。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。バイバイ。